なぜ人は人を支配しようとするのか。そしてなぜ人は支配されることを受け入れてしまうのか。人間関係に潜むこの根源的な問いを、今日は臨床心理学、哲学、神学という3つの異なる視点から、その深層心理を解き明かしていきます。まずは、支配する者の心理から見ていきましょう。彼らは、一見、強大で、自信に満ちているように見えます。しかし、その心の玉座の下に隠されているのは、強さではなく、圧倒的な怯えなのです。臨床心理学の視点で見ると、彼らの支配行動は、不安への過剰な防衛反応であることがわかります。根底にあるのは、予測不能なことへの恐怖です。自分の思い通りにならない状況を、脅威と認識し、それを排除しようとします。その結果、相手を感情ある人間ではなく、自分の手足となる便利な道具とみなし始めます。相手を完全にコントロールできた瞬間に感じる万能感だけが、彼らの不安を一時的に消してくれるからです。彼らは未熟だから私が指導してやっているんだ。そうやって物語を正当化し、罪悪感を消しながら支配のループから抜け出せなくなっているのです。続いて、哲学の視点です。ヘーゲルはこう指摘しました。支配者こそが最も弱い存在であると。支配者は他者の自由を自分の世界を壊す最大の脅威とみなします。だからこそ攻撃ではなく防御として支配を始めます。相手の自由を消すために相手を物へと精神的に格下げする物証化を行います。しかしここには致命的な矛盾があります。支配者はあなたは偉いと認められたいという承認への渇望を持っていますが、自らが物に変えてしまった相手、つまりロボットのような存在からいくら称賛されても、心は決して満たされないのです。他人を自分の世界の家具として配置し、孤独な王様であり続ける。それが支配者の実像です。そして神学の視点は、さらにその魂の奥底、神への不信に光を当てます。彼らの心は、自分を守ってくれる存在はいないという孤独感に満ちた心の孤児です。愛されている自信がないために、自分で状況をすべてコントロールしなければ気が済みません。不安を消すために、自分の意見を絶対のルールとし、人間なのに神の座に座ってしまう。これを神学では、傲慢、ヒュブリスと呼びます。他者を神が作られた尊い存在としてではなく、自分の目的のための道具として扱う。本当は加害者であるにもかかわらず、私がいないとこの人たちはダメになると信じ込み、慈悲深い救い主だと錯覚してしまうのです。しかし、この物語には、もう一人の主人公がいます。コインの裏側を見てみましょう。隷属する者。彼らを閉じ込めている檻の鍵は、実は誰かにかけられたものではなく、彼ら自身が内側から握りしめています。なぜ、自ら自由を手放すのでしょうか。臨床心理学はそれを、心が自由を失っていく仕組みとして説明します。情報過多な現代において、自分で決断し続けることは大きなストレスです。そこで彼らは思考のスイッチを切り、省エネモードに入ります。自分が楽しいかよりも、他人にどう評価されるかを基準にし、自分の価値を他人に丸投げしてしまうのです。そして、嫌なことや辛いことを感じ続けないために、感覚を麻痺させます。どうせ変わらないと諦め、さらにはこの苦痛な環境を、素晴らしいものだと思い込もうとする、苦痛の美化さえ起こります。自分で自分を檻に閉じ込め、鍵をかけてしまうのです。哲学的な視点から見ると、現代の隷属は、自由という顔をしていることが最大の問題です。かつてのような、城という強制ではなく、もっとできる、自分らしくという肯定的な誘惑によって、私たちは自らを追い込みます。自分自身を利益を生むための資源とみなし、役に立たない時間を許せなくなる、自己の道具化、そして、SNS のいいねや会社の評価基準を内面化し、心の中に自分を見張る監視員を住まわせてしまう。本当にこれでいいのかと考えることから逃れ、活動に没頭する。ハンナ・アーレントが悪の陳腐さとして指摘したような思考の停止が現代人を自由の刑に処しているのです。神学の視点では、これを偽りの神に魂を明け渡す偶像崇拝と呼びます。神以外のお金や他人の称賛といった代用品を人生の中心、神の座に据えてしまうこと。これさえあれば幸せになれると信じた瞬間、それらが偶像となり、主人として君臨し始めます。偶像は次第に生贄を要求します。聖書は、
自分が一体何に仕えているのかを知るように教えます。イエス・キリストは言いました。罪を行っている者は皆、罪の奴隷である。自分の意志で選んでいるつもりでも、実は欲求に引きずり回され、真の満足がないまま搾取され続ける状態。これこそが、魂が隷属している姿なのです。支配する者と隷属する者。一見正反対に見える両者ですが、その根っこは同じです。支配する者は、不安から来る過剰防衛。隷属する者は、思考停止による自己防衛。どちらも、本当の神様との関係が切れていることから来る、迷子のような状態なのです。絶対的な安心感の欠如が、ある人を暴君に変え、ある人を奴隷に変えてしまうのです。聖書、ヨハネによる福音書にはこう記されています。真理は、あなたたちを自由にする人間を支配しようとする、偽りの神々から解放されること、また、自分自身が神になろうとして背負い込んだ、重荷から解放されること。それが、聖書が語る真の自由です。